マルズカフェへようこそ。ここではカフェで出るようなお菓子やパンを作っていくよ。今回はチーズタルトを作ってみました。ちょっと最初の方いつもおる柴犬ちゃんを忘れたけど、途中から登場してくるから、いつ出てくるかちょっと気にしてみてね。未だ不在。まだ不在。来ました。奥に置いてあるタッパー塩やけど、塩に見えへんと思うけど、どんだけ使ってもなくならない塩ってことで。ちょっとさっき粉がかかったから一匹消えたけど、たまたま映ってなかっただけやから、まあ、粉がかかって粉を払いに行ったってことにしとこうかな。犬の方めっちゃ後ろ見せてくる。ああ、バターとかチーズとかそうなんやけど、こう端っこ取れやのめっちゃ腹立つんやけど、どうやってもうまく取れへん。うまく取ろうと思ったらなんか爪の中にバター入るし、あれどうにかならんかなってめっちゃ思うんやけど、絶対同じこと思ってる人おるはず。こねくり回したけど、これチーズがちょっとホイッパーに入り込んでしまいまして、ゆくゆくはもうイライラしてああ、ゆくゆくは柔らかくなるんでね。バルズカフェ。もうイライラしようから皿置こうともいつもよりデカめっていう、たまたまなんやけど。ほらこれさっきのとはまるで違う姿。柔らかい。作ってる側の気分も上々ということで、
でさっきからたびたび右手がちょっと近く映るんやけど、こんなとこにほくろあったっけみたいな発見もありの。奥にポッカレモンが密かに映っとるけど。完全にもう存在を忘れてしまっていますよね。ああ、危ない。飛んでたし。片割れどっか行きましたけどって感じ。寄せといてどっか、ああ、帰ってきた。そんな適当に足やったらかわいそうやでって。そんな綿棒でそんな界隈隔てて。もうなんか動物たちの目がかわいそうに見えてきた。ここら辺でオーブンの予熱を180度しといてね。これタルト伸ばす台ちっちゃすぎやわ。足りてない。これ足りてへんやんこれも。埋まってません埋まってませんよって。もっと伸ばさなあかんけど、伸ばす台の限界まで伸ばした結果がこれなんです。もっとでかい台買います。息が落ちたやつで足していくっていうね。できやんこともないんやけど、なんか形というか厚さがねバラバラになっちゃうからね。見ちゃって。今からみんな普通で見とるやろ。これもう 1.75 倍にしたんじゃないかって勘違いさせるようなことをしてみたっていう究極につまらんお話でした。マルズカフェ。まあこんなもんでね。でこれ流しとる間にもう一回160度に予熱しとくと。でもう一回焼く。これだけでももういいっちゃいいんですけどね。マルズカフェ。これの生クリームちょっとこれ絞るシーン見てもらったらわかるんやけど、もうちょっと泡立てといた方が良かったなーって後悔するんだよな今から。でこれ新しい絞り袋からちょっと入れにくいけど、あほらみんな聞いた。もう一回ちょっとゆるいなって言うとねって。
緩いんやってこれが。だがしかしもう戻れないっていう。強行突破や。まあなんだかんだで完成。ご視聴ありがとうございました。他の動画も見てみてね。